皆さんこんにちは、まなみです。今回は高島屋で購入したコスメと、あとこちらですね、無印で購入したものを一つずつご紹介していこうと思います。今はほぼすっぴんなんですが、このワセリンを塗っているのと、あと朝外出していたので日焼け止めを塗っていたんですが、それは先ほど水で洗顔をして、ほぼ落ちたかなっていう状態です。ということでコスメもいろいろ購入したので、一つずつ塗りながらレビューしていこうと思います。で、高島屋で購入したと言っても、オンラインの方で購入したんですけど、T ビューティーでしたっけ？ T ビューティーですね。で、購入したものです。で、まず一つ目が、アクセーヌのスーパーサンシールドブライトフィット SPF50+、PA4+です。顔体用の日焼け止め乳液と書いてあります。で、これは以前から気になっていて、お気に入りに登録してあったものなんですけど、口コミを見てみたら良さそうだったので購入してみました。こちらを塗っていきたいと思います。手に出してみると、こんな感じで少しベージュがかっている白っぽい日焼け止めです。これから肌をアップでお見せしていきますので、毛穴やニキビを見たくない方はスキップしてください。とりあえず塗ってみます。なんかこんな感じで弾くんですよ。少しだけ白くなりますね。なんかすごい日が入ってきましたね。今日雨が降ったりしている天気で、ちょうどいい感じに暗いなと思って撮影し始めたんですけど、光が明るすぎるので、一つ明るさを落としました。この質感どうなんでしょう。オイルが多いのかな？肌荒れしないか不安ですが、とりあえず塗ってみます。なんかここ2、3日肌の調子が悪くて、結構ニキビができているんですよ。ちょっと悪化しないといいんですが、とりあえず半眼に塗ってみますね。光がこちら側から入ってきている影響で結構明るく見えているかもしれないんですけど、少しだけトーンアップしている感じでかなりナチュラルです。なんか本当に何も塗っていないみたいにトーンアップしてくれるので、何も塗っていないと言ってもバレなさそうな感じです。少しだけ黒ずみがぼかされている感じもあるので、これいいですね。もう一度アップでお見せします。鼻の黒ずみとかを見ると分かりやすいと思うんですけど、少しだけ薄くなっています。こちら側にも塗っていきます。そういえば先ほど塗っていた日焼け止めを水で落としてからスキンケアを塗っていなかったので、そんなサラッとしてるわけでもないんですけど、かなり潤っているっていう感じでもなかったので、塗った後なんですけど少しだけペタッとはしていますが、そんなにベタベタ感はないです。ツヤも少しだけ出るんですけど、テカテカにはなっていないかなっていう印象です。これ結構気に入りました。これで肌荒れしなければいい日焼け止めだなって思います。本当にちょっとだけ顔色が明るくなるので、今日くすんでるなっていう時に使うといい商品かなって思います。とりあえずこちらは気に入りました。次に使っていくのがこちらです。エストの、これはパウダーファンデーション用コンパクトで、こちらが本体のパウダーファンデーションシルキースムースSPF22 PA3+です。私は OC03 番を購入しました。開けてみるとこちらのパウダーファンデーションが入っていて、こちらのおしゃれなコンパクトに入れていきます。こういう感じで挿入してみました。このパウダーファンデーションを塗っていく前に、セザンヌのパウダーで肌のベタつきを抑えていきます。パウダーファンデーションを塗る前にこういう白いパウダーで肌のベタつきを取っておくと、パウダーファンデーションのノリがいいっていうのを視聴者の方に教えていただいてから、パウダーファンデーション塗るときはこういうルースパウダーを塗っているんですけど、やっぱりつき方の綺麗さが全然違いますよね。ベタついた上に塗るとムラになってしまうんですけど、これをすることによってそれがなくなるのでおすすめです。とりあえずこのパウダーを塗って、このファンデーションを塗ってみようかと思います。で、このパフなんですけど、片側が少し毛足長めの若干ふわっとしてる感じです。そこまでふわふわなわけじゃないんですけど、少しだけふわっとしていて、反対側が通常のパフっていう感じです。ちょっとつるっとしている感じになっています。で、おそらく私の肌だとこのふわっとしている方が塗りやすいと思うので、こちらで塗っていきます。
構つきました。色味はどうでしょう。黄身がちょっと強いかもしれませんが、塗ってみます。一回こうスライドさせただけで結構ファンデーションの量は多く取れました。塗ってみます。あ、取りすぎたかも。もう少しだけつけますね。カバー力はそんなに高くはないかなって思います。でもナチュラルなのはいいですね。この辺りが毛穴落ちしているんですけど、人と対面する距離であれば全然気にならないと思います。すごい綺麗に乗ってるかと言われると、どこのパウダーファンデでしたっけ？マキアージュのパウダーファンデの方が綺麗に乗っているような気もするんですけど、でもパウダーファンデーションって塗ってから少し時間が経った時のツヤの出方とかが綺麗だと思うので、動画撮影後にもう一度見てみようかなと思います。引きで見るとでもやっぱり綺麗ですね。こんなにマットすぎない仕上がりに見えるのもいいなって思います。とりあえず左側を塗って完成させますね。こちら側に塗ってみました。こちら側は日焼け止め乳液だけ塗っている方なんですが、赤みは多少カバーされているんですけど、全然見えてはいるので、ローカバレッジです。アップでお見せしていきます。この辺りの毛穴は隠れてはいますが、やっぱりここの毛穴って深いんですけど、この辺りはちょっと目立つかなとは思います。でもやっぱりいいなって思う点はこの軽さなんですけど、パウダーファンデーションってとっても軽くて肌負担が少ないじゃないですか。そういう点がいいなと思います。で、おでこはこんな感じですね。そこまでパサつきが出すぎる感じはないです。顎は角栓がこちら多いのでどうなるかなと思いましたが、そんなバサバサになる感じもなく塗れました。反対側もパウダーファンデを塗っていきます。でちなみに色味なんですけど、オレンジっぽさが気になるかもと思いましたが、肌に塗ってしまえば全然気になりません。こんな感じで仕上がりました。こちら側は結構綺麗に塗れたかなと思います。鼻は少しこすりすぎてしまったのか白くなっていますが、でもこれ角栓ですね。塗ることによって目立ってしまっていますが、1メートルぐらい離れてみればそこまですごい目立つっていうわけでもないです。でこはこんな感じで、顎はもっとこちら側はザラザラになるかと思いましたが、そこまででもないかなと思います。やっぱりパウダーファンデーションなので、私の毛穴の凹凸が深い肌だったり、角栓とかでザラつきの多い肌だとそれが目立ってしまうっていうのはありますが、動画で見るよりも実際に鏡で見た時の方が綺麗に見えているっていう気がします。なんかそこまで角栓とかのザラつきが気にならないというか、やっぱり近くで見すぎるといいことってないじゃないですか。それと同じで、鏡を離してみた時は動画とかでこうじっくり見るよりは、ここまで肌悩みは気にならないです。こちらの2つも購入したんですけど、これ両方ともフェイスパウダーなんですよ。今パウダーファンデーション塗ってしまったので、これはまた別の動画でご紹介することになりそうなんですが、一応中身を開けてお見せしていきます。まずこちらがエスティローダーです。ダブルウェアシアフラッタリルースパウダーっていう名前なんですけど、これはリクエストもいただきましたし、X かなでいいっていうのも見ましたし、口コミでもいいって書いてあって気になっていたので購入しました。あとこちらが資生堂のシンクロスキンインビジブルシルクルースパウダーのマットです。これ気になったんですよね。マットとあとグロータイプもあったと思うんですけど、私は皮脂が出やすいので
マットの方を購入しました。エスティローダーはこうなっていて、こんな分厚いふわふわのパフがついています。ただ少し小さめなので、塗るのはもしかしたら大変かもしれませんが、今度これで使ってみようと思います。メッシュタイプでこんな感じになっています。わー、すごいサラサラです。片栗粉系のパウダーですね。持ちが良さそうな気がします。こちらもふわふわ系のパフで、エスティローダーより大きいです。パパッと塗れそうな感じで、内蓋がついていて、これもメッシュタイプです。パウダーを1回で取れる量は少なそうです。で、さらっとなるんですけど、やっぱり量の問題なのか、エスティローダーよりは控えめなサラッと感です。でも使ってみないとわからないんですけど、より自然な肌になるのかなっていう気がしています。次が高島屋で購入した最後の商品なんですが、こちらのディオールショーサンククルール743番ローズチュールを使っていきます。こんな綺麗なナチュラル系な色です。プラスチックのカバーを取ってみたんですけど、すごい綺麗ですね。デイリー使いしやすそうだなと思ってこの色を購入してみました。私最近ディオールのルージュトラファルガーをよく使っていて、赤紫系の色なんですけど、このディオールのサンククルールを買い足したいなと思って調べていたら、この色が一番デイリー使いしやすそうだったので購入してみました。腕に装置をしようと思うんですけど、装置をしている間に眉毛も描いていきます。こんな感じで装置をしてみました。完璧マットっていうのがなくて、ほぼシマーと、あとはこちらがラメっていう5色展開になっているんですけど、こちらの色はオレンジっぽいのかなと思いましたが、意外とピンクっぽさもある色で、私はピンクが好きなので良かったです。このゴールド系の色にシルバーとかピンクのラメが入っている色もとても綺麗ですし、このツヤっとしている色も綺麗ですよね。ほんのりピンクも入っているようなゴールド系で綺麗で、こちらはしっかり発色する締め色です。これも少しピンクっぽいツヤがあるんですけど、レッドブラウン系のカラーでしょうか。この5色が入っています。チップはこちらの2つで、昔は両方にチップとブラシがついていたんですけど、今は片側だけになっているんですね。ブラシはそんなチクチクはしないけど、ふわふわっていう感じでもないかな。とりあえず使ってみます。まずこの左上の色を取ってまぶた全体に塗っていきます。こんな感じで、このピンク色を取って体幅より広めに塗ってみます。意外と馴染んじゃうのでしっかりとのせていきます。もうチップ両側使ってしまったんですけど、指で塗りましょうか。このシマーを取って二重幅の上に重ねていく感じで塗ってみます。この色を塗ることによってカラー感が足されました。この色は意外と肌に馴染むので結構重ねないと色が出ないなと思ったんですけど、これで結構塗ってる感は出るかなって思います。こちらが真ん中のピンクまで塗った方で、こちらが左下のツヤを塗った方です。この濃い色をブラシに取って際に塗ってみようと思います。やっぱりこの色はすごい発色がいいので、一回取っただけでも色がしっかりとつきますね。しっかり締め色っていう感じのカラーなので、塗りすぎると濃くなりそうなんですけど、一回取った量でささっと塗る分にはちょうどいいと思います。で、最後にこのラメを重ねていきます。意外とそんなに派手なラメではないですね。キラキラはするんですけど、ギラッと感はないかなって思います。同じ色を涙袋に塗って、目尻にこちらを塗ろうかと思います。こんな感じで塗ってみました。キラキラはしてるんですけど、色味としては結構ナチュラルなので、そんなに派手すぎない印象で、しかも締め色以外はかなり柔らかめのカラーなので、
こうきつくなりすぎない目元になりますし、手入れに使いやすいですね。どのアイパレットを使おうか迷った時にこの色を使っておけば目元の主張が強くなりすぎないので使いやすいなって思います。イエローとピンクで多幸感メイク系の目元になるので、これはいいカラーですね。購入してよかったです。今ご紹介したもので高島屋の購入品は最後なので、他のメイクも完成させて戻ってこようと思います。で、チークなんですけど、今手元にいい色のチークがないので、この2色混ぜてみようと思うんですけど、果たしてうまくいくのでしょうか。真ん中のピンクを多めにして、この真ん中のピンクチークとしても使えます。ちょっとツヤっとするので毛穴が目立たない位置に塗った方が私は良さそうなんですが、見えますか？結構ツヤっとなっているんですけど、アップで一度お見せします。こんな感じで、この辺りとかなんかちょっとハイライト効果もあるようなチークとして塗れました。この使い方も可愛いです。リップもちょっと赤っぽい色しかなくて、このピンクを、いやでも明るすぎるかな、上に重ねてみようかと思いましたが明るいです。あ、でもちょっとベージュっぽくなりましたが、これを塗ろうかな。こんな感じでバランスは取れているでしょうか。どうでしょう。かなり薄めです。これからこのパレットと合うチークとかリップの組み合わせを考えていきたいなと思うんですけど、とりあえず今日はこんな感じでメイクは完成としたいと思います。あとは無印の購入品をご紹介していくんですけど、食べてしまったんですけど、ホワイトチョコがけいちごです。家族と分けて食べたんですけど、これ大好きで、いちごのフリーズドライにチョコがかかっているっていうものなんですが、美味しいんですよね。たまに無印に行ったら買うんですけど、今回も購入してちょっと我慢できなくて先に食べてしまいました。美味しかったです。で、次はこちらのビーフシチューです。私ビーフシチューのコクとか味の深みとかが好きで、よく食べはしませんが、食べる時にすごくテンションが上がるんですけど、売っていたので購入してみました。で、本当は無印週間がこの前あったじゃないですか。全商品が 10% オフになるっていうのを見て買いたいなと思っていたんですけど、いろいろとカゴに入れていたんですが、いざお会計をしようとしたらほぼ商品が売り切れていて買えなかったんですよ。本当はバターチキンカレーを買いたかったんですけど、結構売り切れていてなかったので買えなかったっていう出来事があったんですが、その習慣が終わってから実際に店舗に行って買ったんですけど、結局バターチキンカレーは買わずにビーフシチューを買って帰ってきました。で、あとはこちらですね。これは父のなんですけど、この2つを買いました。高麺 U ネック8分袖 T シャツ、あと厚手の方も買ってみたんですけど、なんかこれ結構ピタッとしてそうで L サイズを購入したんですが、また洗ってから着てみようと思うんですけど、触ってみた感じでもすごい柔らかくてチクチクしなさそうなので、チクチクする服の下に着たいなと思って購入しました。なんか去年よりも肌が弱くなっている感じがして、ラメが織り込まれている服とかを着るとチクチクして痒くなってしまうので、それ用に買ったのと、こちらで最後ですね。私ポップコーンを買うっていうことはあまりしたことがないんですけど、お会計の前の列のところに並んでいて買ってみました。で、これはなぜ買ったかというと、Netflix を家族で見ている時に一緒に食べようかなと思って買ったんですけど、前に小5を確か2話家族で見たんですよ。ちょっとグロテスクなシーンもあったので、体調が悪い時に見られなかったんですね。だいぶ調子がいいので続きを見たいなと思っているんですけど、はい、その時に食べる用で買いました。これ 161g 入っていて、なんと 866kcal もあるんですが、全部一人で食べるわけではないのでいいかなと思って買ってみました。ちょっと忘れていたんですけど、これを本屋で買ったんですよ。自由研究には向かない殺人っていう
本で、裏のあらすじを読んでみますと、高校生のピップは自由研究で自分の住む町で起きた17歳の少女の失踪事件を調べている。交際相手の少年が彼女を殺して自殺したとされていた。その少年と親しかったピップは彼が犯人だとは信じられず、無実を証明するために自由研究を口実に関係者にインタビューする。だが身近な人物が容疑者に浮かんできて、ひたむきな主人公の姿が胸を打つ傑作謎解きミステリーと書いてあります。私ミステリーが大好きで面白そうだなと思って購入しました。来週は少し時間があると思うので読んでみようと思います。本で思い出したんですけど、これも最近購入しました。あともう一つあるんですけど、この2つですね、しおりを購入しました。革でできているしおりで、色が素敵ですよね。革なので使えば使うほど味が出てくるっていうことで、今回初めて革のしおりを購入してみたんですけど、落ち着いた色が好きですごいなんかかっこいいのでおすすめです。今回ご紹介できるのはこれくらいですね。ぜひ気になった商品はチェックしてみてください。ということでここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。